こんにちは、ずんだもんなのだ。こんにちは。そしてお初にお目にかかります。私、ことよみにゃと申します。以後お見知りおきよ。今回はそんなことよみにゃと一緒に遊んでいくのだ。本日はどんな世界で遊んでいくんですか？今回は現代戦モッドことミレニアムドーンで遊んでいくのだ。現代戦なのに開始年が2000年のモッドですか？確か以前に一度やってましたよね。そうなのだ。以前は日本で暴れたのだ。で、今回も日本で遊んでいくよ。また日本ですか？まあまあ落ち着くのだ。今回は日本にコンテンツを追加するサブモッド、ジャパンオーバーホールリビシテッドも入れて遊ぶのだ。お、なんかめちゃくちゃ面白そうですね。あと今回は核で暴れることなく真面目に進めていくよ。なるほど。それじゃあ早速ゲームスタートなのだ。よろしくお願いしますね。20世紀最後の10年、世界は大きく揺れ動いた。1989年にベルリンの壁が崩壊したことで、東西を隔てていた鉄のカーテンが消え去り、長きにわたる冷戦が終結したのである。イデオロギーの対立と核の恐怖に怯えた時代が終わり、世界は来たる平和な21世紀へと足を踏み入れようとしていた。しかしその歓喜の裏側で、極東の島国は静かに傾いている。冷戦の終結と時を同じくして、日本では長年にわたって膨らみ続けたバブル経済がついに弾け、地価は暴落し、株価は転落、銀行には不良債権の山が積み上がり、97年には北海道拓殖銀行、山一証券が破産、廃業の道を選び、続98年には日本長期信用銀行、日本債券信用銀行が相次いで国有化される。世界が新しい夜明けに沸く中、日本だけは長い夜の入り口に立つ。後に失われた10年と呼ばれるその時代、リストラの波が押し寄せ、終身雇用、年功序列の戦後日本を支えた雇用体系は崩れ始め、サラリーマンの働き方が、家族の形が、そして人々の夢の在り方が静かに、しかし確実に変わっていく。というわけで早速ゲーム開始なのだ。まずはいつも通りに国の詳細から見ていくよ。首相は小渕恵三。平成おじさんで有名ですね。そして与党は自由民主党と自由党と公明党の自治公連立です。確か昨年の1999年1月にまず自由党を連立に組み込んだ小渕第一次改造内閣が発足して、その後の10月に公明党をさらに連立に組み込んだ小渕第二次改造内閣が始まりましたね。この自治公連立で衆参両院で与党は過半数を確保できたのだ。この自治公連立の枠組み内で昨年はいろんな法案が成立しましたよね。そうなのだ。お次は国民推進。国民推進は全部で21個もあるのだ。多いですね。なので今回は重要そうなものだけを7つ紹介するのだ。1つ目は岸戸天皇。日ごとの政治力と安定度にバフが入りますね。日本国の象徴として当然のバフのようなのだ。2つ目は憲法第9条。戦争正当化にかかる時間がプラス 9999% と、実質戦争ができなくなりますね。国家方針で憲法9条を改正しない限りはこの状態が続くよ。3つ目はバブル崩壊。これはひどいですね。日ごとの政治力がマイナス2される上に建設速度が4割減、工場の出力も軒並み 1.5 割減ですか。何としてでもこの国難を乗り越えなければならないのだ。4つ目は共の少子高齢化と人口減少。月ごとの人口が7割減で保健支出と社会支出が2割増しですね。人口減少が経済の減速を促し、それがさらに人口の減少を促す。この問題も当面解決できそうにないです。5つ目は戦後体制。一体何をもって戦後体制を指しているのかが分かりませんが、日ごとの政治力がマイナスにされる上に政策変更にかかるコストが5倍になる。そして最後は非核三原則。核とミサイルに関する研究が実質的にできなくなるのだ。まあ核兵器を使わない今はそんなに関係ないですね。国家方針はこんな感じ。サブモッドで国家方針が大量に追加されてます。左から順に産業、政治、軍事、外交なのだ。産業系ツリーは埼玉新都心の開発から平成の大学庭なんかがありますね。そして政治系ツリーは三位一体都督から始まり、郵政省の民営化、経済都督なんかがあるのだ。軍事系ツリーはテロの脅威から始まり、防衛省の設立、憲法9条の改正、その後一連の改革が終わると積極的戦略か防衛戦略かを決められるよ。外交系ツリーは欧州やアジア、オセアニアなんかといろんな条約を結べそうな感じです。とりあえずまずは三位一体都督から始めるのだ。というわけでやること全部やったし時間を進めていくよ。早速自民党と自由党の交渉についてのイベントが来ました。介護保険制度の財源について自民党と自由党が対立しているようです。自民党は介護保険制度の財源は介護保険料のみによって、自由党は消費税も含めた財源にしたいと考えているようですよ。なるほど。
自由党の要求を拒めば連立離脱の恐れが、一方で要求を飲めば 5% からさらなる消費税増税につながる恐れがあります。橋本政権下で3から 5% に増税を実施した際に GDP、税収ともに落ち込んだことを念頭に決めてください。じゃあ今回は要求を拒否するのだ。小沢一郎は引き下がりましたが、今度は衆議院500議席のうち比例代表に配分される20議席の削減を求めてきました。まあこれは合意してもいいだろうな。とここで三位一体改革が完了。それと同時にまた自由党から要求が来ました。今度は何なのだ。今度は自由党現職議員の次の選挙における当選の保証をするように自民党に要求。つまりは各小選挙区で自民党と自由党の議員が候補になった際に、自民党側は候補者を取り下げて自由党に譲れということです。普通にそんなの認められないんだが。もういいのだ。奴らとの連立は解消だ。こうして3月には自治公連立は崩壊。しかし連立維持派は自由党から離党し、保守党を結成し連立に再加入するようです。なるほどなのだ。その後同月11日には経済財政諮問会議が発足。日本政府はバブル崩壊からの脱却を目指して急速に進んでいく。一方で翌月4月2日には小渕恵三首相が脳卒中で病院に緊急搬送され、病床に伏す小渕より後継には森喜朗が指名されるも、脳卒中により倒れた首相から本当に指名があったのか疑問が残ることとなる。また自民党幹部5人の密談協議による首相就任は世間からの強い反発を受けることとなり、後に加藤浩一による党内反乱につながる。小渕首相が倒れちゃったのだ。後継には森喜朗が就任します。赤坂プリンスホテルでの密談やらで世間からの風当たりは強いですが、まあなんとかなるでしょう。しかし森喜朗、早速政治的失言。神の国発言ですか。日本を天皇を中心としている神の国と発言して各メディアからぶったたかれたのだ。ただでさえ低い内閣支持率がさらに下がる。一方で森喜朗首相は日本の多神自由主義を推進。民営化や労働規制の緩和に向けた動きが加速しそうですね。ずんなもん先輩、森喜朗首相が衆議院を解散しました。あれさっき野党から内閣不信任が提出されたばっかだよな。はい、内閣不信任の採決前に急遽解散が行われました。投票日は23日後です。大丈夫かな。大丈夫ですよ。そう、公明党の組織票があればね。そうなの。はい、森喜朗首相は早くも再選しました。自民党は38議席減らして単独過半数を割ったものの、公明党と保守党の連立相手を含めると過半数を確保したのだ。よかったよかった。それじゃあ今度は派遣労働の規制緩和を行うのだ。製造業を含める全ての業界で派遣労働を解禁します。これで人件費の柔軟なコントロールが可能になり、景気変動に応じて雇用を調整しやすくなり、労働者側も職業選択の自由度が高まりますね。そうなのだ。まさか正社員と派遣社員で賃金格差が広がり、晩婚化、少子化、デフレにつながるなんてことはないですよね。その言い方全て知ってる言い方だろ。まあいいのだ。引き続き中央政府改革に進むのだ。第二次世界大戦後に設置された中央省庁は縦割りと不効率要請の温床に過ぎない。郵政省民営化も含めて22省庁から12省庁に再編しましょう。分かったのだ。ずんだもん先輩、大変です。自民党主流派の一人、加藤浩一が森内閣打倒に向けて動き出しています。なんで同じ自民党の加藤が森内閣を倒そうとするのだ。少々長くなりますが、そこも含めて説明していきます。分かったのだ。もともと加藤浩一は小渕恵三の次に首相になると言われていました。国民からの評価も高く、過去に幹事長を経験したことから政策能力も十分、メディアも首相は加藤であるとの空気感がありました。しかしご存知の通り小渕恵三の次に首相になったのは森喜朗。しかもその森は赤坂プリンスホテルでの5人組の密談により決まりました。さらに言うと、この密談から加藤は排除されており、加藤不在の状態で首相が決められました。ずんだもん先輩ならどう感じますか。そや森許すまじって感じなのだ。そうですよね。しかも首相になったそばから神の国発言などで国民からの支持は散々。極めつけは11月に入って野党が再び内閣不信任案を提出する動きを見せます。それに合わせて自民党の加藤も盟友山崎拓を引っ提げ加藤、山崎連合を結成。加藤は50人規模の同調者を集めました。こうして内閣不信任が通れば森内閣は崩壊。次の首相は流れで加藤になるというわけです。なるほど。だから加藤は森内閣打倒に回ったのか。まあ史実だと色々あって加藤の案は失敗しましたが、ずんだもん先輩、この世界の加藤の案はどうなりそうですか。加藤浩一は根回しに成功したのだ。加藤浩一とその同調者が内閣不信任案に賛成したことにより不信任は可決された。内閣支持率が2割を下回る森喜朗は政権交代と党内の反発を恐れて衆議院解散ではなく辞職を選択。
こうして第87代首相に加藤浩一が就任する。自民党に反旗を翻した反乱者が首相となる異例の事態に党内での反発が見込まれる一方、世論人気は森よりはるかに高く、彼の政策に対する期待が高まっていく。というわけで加藤浩一が首相になったのだ。素晴らしいですね。と言いたいところですが、加藤首相就任の裏では旧石器捏造事件と呼ばれる大事件が発生。これは元来日本列島に人類が移住してきたのが3万8000から1万6000年前の古旧石器時代と言われていたのを、ミスター・ゴッドハンドの手により全旧石器時代、大体60万年前の石器を発掘。これにより60万年前の全旧石器時代から日本列島に人類がいたと証明してみせたんですね。めっちゃすごいのだ。まあ全部ゴッドハンドによる捏造であることを除けばすごいことです。今なんとまあ旧石器捏造事件はこの程度にしておいて21世紀に入ったことですし、いい加減加藤内閣の政策に移っていきましょう。そうだな。加藤内閣はどんな政策を行っていくんですか？加藤内閣はまず郵政省の民営化計画の凍結を発表。中曽根政権下の NTT、JT、JR で民営化計画はすでに完了しているのだ。これ以上の民営化は不要。まあ民営化により蔡さんの地方郵便局が閉鎖される地方切り捨てが起こる可能性もありますからね。そうなのだ。だからもう計画凍結なのだ。そして民営化計画の凍結が完了したら今度は内閣人事局の設立を行うよ。これで内閣が各省庁の官僚の人事権を握れますね。内閣の法に沿う官僚を揃えられるようになることで政策が実行しやすくなるのだ。その後の2001年7月には第19回参議院選挙が実施。21世紀初の国政選挙は野党だけで参議院の過半数を確保する大勝だったよ。素晴らしいです。ずんだもん先輩大変です。アメリカの東海岸で大規模なテロ攻撃が起こりました。なんだって？テロの首謀者はイスラム過激テロ組織のアルカイダ。複数の旅客機をハイジャックしてワールドトレードセンターや国防総省に突入した模様です。アメリカ東海岸で大規模なテロ攻撃が発生。米国の報道によると、東海岸で大規模なテロ事件が発生し、大きな注目を集めている。ハイジャック犯はアルカイダのメンバーとみられ、民間旅客機であるアメリカン航空11便、ユナイテッド航空175便、アメリカン航空77便、ユナイテッド航空93便の4機を米国に対する攻撃手段として使用した。本日早朝午前8時46分に11便がニューヨークの世界貿易センタービル北棟に衝突。午前9時3分に175便が南棟に衝突した。さらに午前9時37分には77便がワシントン DC のペンタゴンに、4機目の93便は国会議事堂へ向かっていたとみられるが、乗客がハイジャック犯に抵抗した結果、午前10時3分、ペンシルベニア州ストーニークリーク郡区の野原に墜落した。次回、対テロ戦争。